はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月、5月、6月と3ヶ月分まとめた解説動画になるんですが、実はこの4月、5月、6月ってとっても素晴らしい上昇気流の運勢があるんですね。それを皆さんがどんな風に活かせるのか、活かしやすいのか、各星座解説していきたいと思います。でまたタロットも3ヶ月でどのような動きがあるのか、星っていうのは天気予報なので、この天気予報の中でどんなことに気をつけたらいいのかという心の持ち方も見ていきます。そして最後にオラクルカードも引きますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。まず全体の星の動き、星の流れなんですけども、この4月っていうのは星の動きこちらなんですが、まず4月9日に皆既日食があります。これはお羊座で起こる皆既日食でして、ものすごくパワフルなんです。日食って普通で言ってもなんとなく体調があんまり優れないなって思う方も多いんですけど、それなぜかっていうと、それだけ何か見えないエネルギーがすごく動いている、新しい始まりになろうとしているっていう時なので、敏感な方っていうのはそういうのを無意識にキャッチして、なんとなく体が今変わろうとしているとか、意識が変わろうとしているってこともあると思います。でこれはもう3月の20日以降少し感じ始めている方もいると思うんですけれども、やはりスタートっていうのは4月9日がすごく適してるんですね。ですのでおそらく3月の20日から4月9日までの間に何かしら心の準備ができたりして、よしじゃあやるぞって言って進んでいくのが4月だと思います。ちょうどね、年度も変わっていろんな状況の中でやっていきたいっていう気持ちがムクムクと湧いてくるような時だと思いますね。でもう一つ、この4月の大きな星の動きとして、4月21日に木星と天王星のコンジャンクションというエネルギーがありまして、木星というのは占星術ではとっても好まれている発展や拡大を示す基地星って言われているものなんですね。私たちの何かやりたいことがどんどん発展していくとか、気持ちも楽観的になっていくとか、広がっていく、拡大していくっていうエネルギーと、あと天王星というのはオリジナルな能力を開発していくとか発展していく、特にそれが既存のものから新しいものに進化していくよっていう惑星なんですね。なので何か今までの自分の古い癖や当たり前だと思っていたことっていうものを超えて新しく発展していくよっていうエネルギーがすごくあるんです。でこれがまず皆さんの感覚の中で起きてくると思います。で感覚っていうのは、五感ですよね。自分が当たり前だと思っているこの五感の中で、もしかしたらこれは可能なのかもしれないっていう、自分の中の決まりきった考えではなく、可能性というものをもっと開いていこうみたいな形になるし、実際それを宇宙は応援してくれてるっていう時なので、それが各星座によってどの方向で応援されてるかっていうのが違うので、それちょっと後ほどね説明させていただきます。ただものすごくこれはブレイクスルーできそうなエネルギーなので、とてもいいんですね。そしてさらに次5月なんですが、5月はもう5月1日から火星もお羊座に入ってくるということで、より一層スタートのエネルギーをものすごく後ろから押されているような形になります。5月の中旬っていうのももう本当に豊かなお祭りみたいな感じのエネルギーでして、とっても強い勢いのある流れだと思っておいてください。中にはもうそれがわーっと舞い上がってるとか、もう上昇気流があるみたいな、もうすごく波が来てるっていう感じのエネルギーなんですね。で波っていうのは本当にそれだけ大きな波っていうのは、何もせずに飲まれてしまうとわーって自分がその中でぐるぐる回ってしまうみたいな感じがあるんですけど、自分がそれを意識して使いこなすぞっていうふうに意識することによって、ものすごい自分の力っていうものをその運勢によって押し上げてもらえるみたいなのもあるので、これはぜひね皆さんにね活用していただきたいんですね。この5月の動きっていうのが2024年の大きな転機になりますので、これぜひ自分の可能性を信じていい風に使ってください。でさらに5月の26日から木星というね発展拡大のエネルギーが今度は双子座に入るということで、さらに流動的になる、動きが速くなる、コミュニケーションが活発になるっていう流れが起きてくると思います。
もうこれがもう5月の20日以降、太陽がもう双子座に入ったあたり、もしくは5月24日以降、金星も双子座に入ったあたりからもうさらに流れが早いんですけど、とにかく5月っていうのはもう出だしから勢いが強い。そして中旬ぐらいっていうのはわーっと盛り上がって、さらに盛り上がったところから必要なところになんかエネルギーが流れていくっていう感じがあります。そして6月っていうのはこの5月に起きた流れを、どのように動かしていくか、どのように人と関わっていくかということで、コミュニケーションがとっても活性化するなっていう感じです。でこれは特に人との関係、関われば関わるほど得られるものがある、そこで感じるものがあるっていう風になると思いますし、もし人付き合い苦手ですっていう方も、自分の中で思考がすごく広がっていく、勉強が進むとか学びを吸収できるということもありますし、ビジネスも流れ始めるっていうこともありますので、6月は本当に豊かだと思います。特に6月の6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この新月ってね、普通新月って太陽と月がひっついてるっていう日なんですが、それだけじゃなくて金星という喜びや社交性や愛情っていうのもぴったりこの時ひっついていて、おそらく皆さんの4月5月っていうのを過ごした後に何かしら自分の殻を破って出てきたもの、可能性というものが本当に手応えを感じて、嬉しいとか楽しいとか、とにかく喜びを感じてるんじゃないかなって思います。何かしらいい自分の進歩っていうものを感じて喜んでるっていうのが6月の全体的な流れかなと思います。すごくいいことばっかり言ってるように聞こえると思うんですけども、これがエネルギーをプラスに生かした時の形ですね。でもしご自身が今本当に動けないんだっていう状態だったりとか、ちょっと気持ち的にそこまでついていけませんっていうような状態であれば、周りがすごく早く感じたり、ものすごく強いエネルギーの中にいるんだと思ったら、そこに飲まれないように自分自身をしっかり保つっていう方法もありですから、その辺はですね、各星座細かく見ていきたいと思います。あともう一つですね、やはりこの動きが速くなる時っていうのは、もし何か問題があったとしても、その問題にずっととどまっておくということではなくて、何か流動的に動くことによって解決が見えてくるとか、違う進展になっていくということもあるので、とにかく6月以降は動きが速いんだと、流れているんだっていうことをご理解いただければ、いかようにでも皆さんの状況に合わせて活かせると思います。はい、ということでここから各星座よろしくお願いします。ではここから双子座さんの3ヶ月タロットから見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。3ヶ月です。まとめてです。ソードのクイーン逆、ペンタクルス8の逆、ペンタクルスエース逆、ワンド4、吊るし人、カップ3の逆、女帝、やっぱり気をつけることは対策はワンド8と、忍者の逆とオラクルはワンドの2です。ちょっとまず星のね話をさせてください。やっぱり2024年っていうのはこの前半と後半のコントラストが全然違うのが双子座さんだって確か何かの動画で言ったと思うんですけども、やっぱり今まだこの4月っていうのはいろいろ模索したりとか、何を手放していくんだって自分の人生を本当にこれでいいのかなとか、終了させたいなとか、いろんなことを思う時なんですね。でそれから5月を踏まえて6月っていうのがもう全くまさに今このプロセスめちゃくちゃ大事っていう時なので、重要な3ヶ月です。双子座の皆さんにとってもね。でまず4月ですが、4月はまだ今年の前半なので、ちょっと動きづらいとか、ご自身も人生に対して少し消極的になっていたり、あまり下手に動かないでおこうみたいな感じがあるかもしれません。でもこの4月の、9日の日食、新月でもあり日食なんですけど、この時っていうのはすごく未来に対して自分がもっと成長するために何が必要かとか、もっとこうしていきたいなっていう明るい未来に対してのアイディアだったり思いっていうのがすごく湧いてきやすくなるんですね。でこれまではなんとなく重たくて想像できなかったことが、この4月の頭ぐらいからなんとなく想像できるようになってきます。そしてもう一つ重要なこの4月21日のこの
何を超えて新しく発展していくかっていった時に、双子座の皆さんはこれが実は水面下で行われてるんですね。ですので自分が何かをしたから達成しましたとか、自分がこういうふうにしたからこうなったんだっていうことではなくて、なぜこうなったんだろうっていうような不思議な運命の巡り合わせだったり、なんかこれはもう仕方のないことだったのかなっていう形で、何か環境や背景が動いてるぞっていう感じだと思います。でこれは実はとてもいい調整が行われていると思っておいてください。ですから4月はいろいろ動きやすい時なんです。なのでもし手放さなければいけないものがあるとか、もうここは早く動かなきゃいけないんだっていう方にとっては、この4月っていうのはその流れに乗って、じゃあもう手放しちゃいましょうとか、動きましょうとか、もうどこにたどり着くかわからないけど、でも何か今この流れが来てるんだったらきっとそういうことよねっていうことで、もう委ねるのがいい時なんですね。でまたは何が変わっているのかわからない、でも未来に対してなんか希望が生まれてきたぞっていう方に関しては、7月っていうのはもう本当にコツコツとやっていく、自分を見失わないように自分の体力ちゃんとつけとく、ちゃんと無理しないでしっかり睡眠とるとか、なんか当たり前のことをしっかりやっていくっていうのがすごく大事になってきます。当たり前のことをしっかりできないで急に一足飛びで何かすごいことを手にしようっていうのは難しいので、何か4月はしっかりと足元を踏まえてやっていくよっていう流れになっています。ただ人との関係や誰かから聞く話とか、未来につながる何かいいヒントっていうのはとても出てきやすい時なので、ちょっとサークルとかコミュニティ入ってみるとか、いろんな人と関わってみるっていうのはとても得るものが大きいと思います、4月ね。そしてカードで見ても今現状はワンドの4ということで、自分が思ってる以上に自分は受け入れられてますよっていう感じのメッセージが出ているので、安心して人と関わっていってほしいなと思います。そしてそうね、ちょっと4月もうちょっと見てみようかな今カードで見ると、なんかやっぱり動きたいけど動けないみたいなものとか、何か自分のその思考癖を1個外さないと次に行きづらいんだっていうのがあるかもしれませんね。でもカップ9ですよ。もうなんか恩恵が待ってるって感じ。4月本当はもう4月もあるんだけど、自分がまだ受け取りきれてないとか、まだその恩恵を信じきれてないみたいな感じかもしれません。そうね、でも進んでる。いいじゃないですか。ご自身では思うように動けてないとか、もう全然できてないって思うかもしれませんし、なんか足かせだなと思うようなこと、体調がなんかいまいちかなとかって思うかもしれませんが、やっぱりカードで見た時にこの流れは本当の自分の喜びにつながってるんだよと、まだ見ぬ喜びにつながってるんだよということと、ご自身では動けてないと思ってるかもしれないけど、ちゃんと船は進んでるよと、動いてるんだよって、流れは流れてるよということと、それに伴って古い自分をもう壊さなきゃいけないんだよっていうふうに言われてます。なので古い自分を壊す意識改革が起こるまでは止まってるように感じるのかもしれません。でもし体調がなんか優れないなという方も、この体調の不具合を感じながら、自分は今何に気づくべきなんだろうか、自分は今何をやめなくちゃいけないんだろうかということを認識していただくと大丈夫だと思います。そして5月なんですが、5月はね、全体的にすごくこの強い運勢なんですが、双子座の皆さんはまだなんか開幕の前みたいな感じで、もう早く開店してよみたいな、なんかディズニーランドとかそういう、ユニバーサル・スタジオとかでもいいんですけど、今から開いたら楽しい世界が待ってるみたいな、でもまだオープン前でいっぱい人が並んでるみたいな感じで、熱気だけはあるけど動けないみたいな感じで感じるかもしれません。でももう十分その楽しみの前にいるっていう感じがあるので、ご自身が何かをして掴んで喜びじゃなくて、なんか気づいたら、あれ私なんかすごいいいとこにいてないみたいな感じでしょうか。あんまりその自我とか自分では全然できてると思わないけど、実は自分がやってきたことってこんなにも誰かの役に立ってたんだとか、こんなにも他者に自分は貢献してたのかみたいなことを感じ、とっても温かい気持ちになるっていう感じです。人ってやっぱり誰かに何かしてあげた時って、例えば人助けにしても役に立ったなっていう時って脳内から幸せホルモンが出ますよね。そんな感じで、その環境に応じて喜びが湧いてくるっていう感じです、星で見ると。なのでご自身では全然そんなつもりはない、わざわざやってあげてるつもりはないけど、他者に感謝されたりとか、または
日常生活から少し離れて自分だけのリゾート地っていうか旅行に行ったりとか、ちょっと休みを利用して自分だけの空間を楽しむ。でこれはなんとなく何かが欲しいんだって感じがするんですね。例えばパワースポットに旅行に行くとか言って、旅行先で自分の強さっていうものを体感したいんだとか、なんか自分のこれが強みなんだっていうものを得て自分を整えるっていうのがこの5月全体の星の動きです。でちょっとカードで見ると運命の輪ですね。そしてペンタクス6、ペンタクス9ということで、やっぱチャンスがたくさんありますね。これ逆位置ですけど気にしないでください。このカードに関しては逆位置なしで私今回は見ているので、やはり5月ね、もしですけどちょっとね連休とかで行けるんだったら、ご自身が行きたいところに旅行に行って自分を整える、自分の強みをもう一度思い出すための旅に出るっていうのがいいような気がしますね。環境的にとても恵まれますから。でもしそれが友達と行くに行けなかったとかなっても、自分一人でもいいです。ただとてもその中にやっぱりすごく優しさがあるんですよね。自分が何かしてあげてるつもりないんだけど十分してあげてるし、そんなつもりないんだけどものすごく受け取ってるし、それがすごくチャンスにつながるよっていうことなので、リフレッシュとってもいいですね、5月ね。そして6月です。6月、重要な6月ですけど、もうここでいきなり女帝ということで、もう豊かさふんだんに来るよということで、まさにさっきの幕開け、開いたねって感じですよね、6月はね。お誕生日5月の末ぐらいからお誕生日迎える方もいらっしゃいますし、もう5月26とかね、24、26、もう20日過ぎたらね、もう空いてるって感じ、門は開いてる。なので5月20日以降は喜び感じる方も多いと思うんですけど、それでもやっぱりね、5月の26日以降来たーって感じだと思います。マジシャン、やっぱりすごい始まるって感じ。キングのペンタクルのキングということで、やっぱり自分がこれまでやってきたことを踏まえての今がある。これまでやってきたことを踏まえての何か新しいものが6月から始まるようですね。でそのことにものすごくハマりそうです。ここでデビルも出てたので、もうどっぷりそのことを考えるみたいな、もう新しい幕開けでそのことで頭がいっぱいって感じかな。中にはその新しい展開にちょっとプレッシャーに感じたりとかね、なんか新しい、例えば独立しますとかもそうだし、すごい責任を持って何かをやっていくっていうことに必死で、でもものすごくそれは運勢的にも恵まれてるし全然できそうなんですけども、そのことで必死、そのことにもどっぷりハマってるみたいな感じがあるかもしれません。そしてちょっと補佐カードで出した対策や気をつけることなんですけれど、とにかく動きが早いです。突然チャンスはやってくるっていう感じです。ですから4月はまだいろんなストレスとかなんだかなと思うことがあったとしても、5月にちょっとねリフレッシュして状況を整えてみてください。そうすることによって一気に動き出して流れが早いです。そして6月にはもうチャンス来てるっていう感じで、もう確実に5月の末から 6月っていうのは双子座の皆さん何かを掴んでると思うんですね。何を掴んでるのか、もしくはまだ掴んでないけど絶対こうしたいですっていう思いがある方はぜひコメントで書いてください、教えてください。そしてオラクルがですねワンドの2、そしてこれはとってもビジネスに活かせるものなんですね。ですから何かを一つ自分の中ではもったいないなって思うかもしれないけど、何か一つ置いて何か一つを得るよっていうことなので、何を得たいのかっていうのは本当にしっかりと自覚されておくのがいいですね。でも確かに今年の2024年の後半っていうのは自分の強みをね思い出して何か人生の糧となるものを取りに行くっていうのがあるので、もしかしたら5月にそういったものと携わり、6月はそっちの方向にどっぷり入ってるってことかもしれませんね。ちょっと最後にオラクルカードを引いてみましょう。たくさんの皆さんどう出た？すごいタレントガイドっていうことでこのカードが出てきました。このカードをじっと見て何か感じることがあればそれもメッセージだと思って受け取っておいてください。そしてまたそれもねコメントで教えていただけると嬉しいんですけれども、これすごくスピリットメンター&ティーチャーズということですごく才能あふれるアーティストでもいいしお仕事でもいいし、自分のさまざまな才能が開かれようとしてるよって、それに対してたくさんの応援が宇宙から与えられてるよっていうカードだと思います。
はい、ということでここまでにしときたいと思います。ぜひね、この楽しいいろいろあることも人生の豊かなものですから、この楽しい数ヶ月十分に満喫してください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。